皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月24日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は159メートル32センチでした。おとといと比べると1メートル70センチの下げで159メートル台に突入。締め切り直前になって大幅に水位が低下してはいるものの、時すでに遅し、まだ4メートルも足りません。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万5500立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2万1700立方メートル。差分については毎秒6200立方メートル。2日前と比べて上流の寸丹観測所はプラスの4800、三峡ダムもプラス4500。両地点とも再び増水に転じています。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2050立方メートル。前回と比べてかなり減らしているようです。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒2万3600立方メートル。単純に割り算すると 76% の発電状況で、24基前後の発電用タービンが稼働しているんじゃないかと思われます。2日前と比べると、今回もさらに放流量をアップ。下流のことなど関係なし、夜中にドバドバとやってるようです。三峡ダムと上流のダムの流量について、現状を確認しておきます。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。最初に上流にある高架波ダムの方から。濃い青のラインの放流量は絞る一方、水色の流入量は小刻みな変化にとどまっています。放流量は春節や労働節といった大型連休時の最低レベルまで下げています。続いて三峡ダムの状況について。オレンジのラインの流入量はピークを超えた後減少傾向でしたが下げ止まり。先ほどお伝えしたように、今朝の情報を載せるとこのようになり、前回の動画で予想した通り増水に転じています。放流量の方は今のところ大きな変化はなし。本来ならもっと放水する量を増やしたいんでしょうが、発電放流も 80% と限界に近づきつつあり、下流地域はすでに増水状態となっているため、なかなかこれ以上は放流を増やせない。というのが実情ではないかと。ギャップは毎秒3000立方メートル弱と縮まり、水位の低下ペースは鈍化することとなっています。さて、最近毎回取り上げているダムの水位暫定目標達成無理じゃね問題の続報。いよいよ明日の締め切り日直前、現状をお伝えしたいと思います。5月の中旬にあちらの当局は、25日までに155メートルにすると宣言して以降、ダムの水位はこのように移り変わってきました。最初は急激に水位が下がった後下げ止まり、逆に上昇する局面まで出る始末。やっと下がり出したかと思えばもう締め切りの前日。あと1日で4メートル下げるというのは、物理的には可能ですが、下流の状況を考慮すれば難しい話。この世の中に絶対はないので軽々には言えませんが、まず無理でしょう。連日言い続けてきた通りとなりました。逆になぜ素人の私でもわかることなのに、あちらの当局はもっと早く対処しなかったのか、不思議に思えてなりません。明日以降も水位の低下は続くと見ており、155メートル前後まで下がったところで、洪水シーズン入りになりそうです。通常運用であれば、最終的な目標は145メートルのはず。過去6年分のデータを見てもわかるように、基本的にはこの最低ラインまで水位を下げた上で、出水期を迎えてきたわけです。ですから今年は以前に比べると、かなり高いレベルのまま洪水期に入る可能性が出てきています。2023年、2025年、
そして今年と最近になって、もうお約束事がクリアできなくなっているのは、何か問題を抱えているからでしょうか。あちらの官製メディアからの言い訳記事を待ちたいと思います。Nishi Yang Channel。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは午前8時までの様子。なぜか重慶の西あたりで雨雲が発生する様子が伺えます。長江の下流の方も強い雨になっているようで、結構な雨量が観測されています。中国最大級の淡水湖、東堤湖の水位もじわじわと上昇中。前線が停滞しているためでしょうか、ここのところダムよりも東側で雨雲が広がることが多いように感じます。今後の予想を見てみます。前線が停滞するためか、再び強めの雨になりそうな感じ。明日の三峡ダムの天気は最高気温が32度、最低気温が23度で雨の予報。雨が降るのに30度超えって、ムシムシ状態になるかもしれません。まだ本格的な洪水シーズン前だというのに、あちらでは各地で大雨になっています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。台湾の国家安全会議秘書長、米中の会談直後から、第一列島線周辺で中国の艦船100隻以上展開、TBS ニュースディグが伝えています。記事によると、台湾の国家安全会議の秘書長は、米中首脳会談の直後から中国軍が日本から台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線周辺で、艦船100隻以上を展開していると明らかにしました。今月14日から2日間行われた、米中首脳会談直後から数日間にわたるとした上で、中国は現状を破壊し、地域の平和と安全を脅かす唯一の問題だと批判しています。以上、台湾の国家安全会議秘書長、米中の会談直後から、第一列島線周辺で中国の艦船100隻以上展開についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。米中会談が終わった直後から中国軍の艦船が動き出したという話だけに、トランプ氏が帰った途端にまたきな臭くなってきたと感じた方も多かったかもしれません。規模を考えると急に思いつきで動いたというより、ある程度前から計画されていた可能性もありそうです。中国空軍による他国への接近飛行や挑発的と受け止められる事例もたびたび報じられています。周辺国との摩擦が各地で続いているだけに、正直じっとしておいてほしいところ。あちらには自国なりの安全保障上の考え方もあるのでしょうが、日本や台湾、フィリピンなど近隣国から見れば落ち着かない状況。エネルギー問題や景気減速など国内課題を抱える中、少し静かにしていてほしいと感じる人も少なくないかもしれません。東アジアは経済的な結びつきも強いだけに、緊張より安定を優先してほしいところです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。